にちは。今回は鹿の子の子のココシタンタン第2話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。鹿せんべいすげえ。やっぱり胸に鹿せんべいが。鹿せんべい倉庫。鹿せんべいそんな硬いんかい。鹿せんべいがなければ即死だった。じゃあなんで昇天したんだよ。ショック死しそうだったんでしょう。人間は脳からの電気信号で心臓とか動かしてるからな。鹿せんべいでも脳がショック状態で仮死状態になったんでしょう。鹿せんべい助かる。全校にシスコン妹がいるのバレる。暴露大会かな。シュレディンガーのブラ。若いうちからブラトップはやめろ。形が崩れる。オタクはブラトップが何かわからない。キルミーベイベーになってきたな。何かに似てると思ったらキルミーか。天使も人間じゃなく鹿っぽいのか。神は言っている。まだ死ぬ定めではないと。鹿せんべいも束ねれば強くなる。視聴者もついていけねえよ。マジでノーブラかよ。ノーブラだったの。ブラトップだから。ブラトップは形が崩れるから若い子にはおすすめしない。俺は毎日近所の絶景に親切に教えてあげてるよ。鹿せんべい胸のとこに入れてて全く膨らみとかなかったんだが、鹿せんべい反則会だった。ほんといい意味でクソアニメ。コシタンはずっとおもちゃにされるんだろうな。ギャグアニメは3話見ないとまだわからない。なんというか何も考えちゃいけないアニメだな。面白かった。面白すぎる。2話もあっという間だったわ。ギャグアニメはテンポと声優のキレと監督次第。根気頭を空っぽにして見れる枠。くだらないけどこういうのが一つは欲しい。かなり人を選ぶアニメなのは間違いないな。のつ、鉄のトーツを良い感じにかけてるの。シスコン妹や鹿より問題作ったやつの方が詳しいっていう。鹿は神の使いだから大切にしないと偉い目に遭うらしいぞ。何も考えずただ鹿を感じるアニメ。一般人がハマってるね。癖になっちゃってんじゃん。ごめん。俺はもう鹿になるわ。1話後ならまだしもつまらないと言いつつ、2話見てここに来てしまうほどの中毒性なんだな。のこたんの中毒性には切れないものがあるな。平成アニメ集がするってどこかで見かけたけど、確かに2010年前後くらいのアニメっぽい。おもろいな。鹿というより熊並みのパワー。1話結構笑ったからな。このまま失速しなければ Y の中のギャグアニメ3強の日常遊び遊ばせ女子無駄ここに食い入るかもしれん。話題になってたのは知ってたんで、前もハードルはちょっと上がってたな。ただ想像してたのよりストロングスタイルで笑わせに来たんで、ここで笑ったらもう負けやろ。半めぐみがこれ以上ないってぐらいハマってるな。ノッツはわかるけどぬん。で、鹿とかブーテー類由来なの。2話目もおもろかった。メインキャラ増えた分だけ彩り出た印象ある。知らん間にオープニングもさらに爆伸びしてるし、1話から加速して順調だな。これ土日の朝にでも放送したら、小さなお友達に人気出たんじゃない？ 1話冒頭がマリア様が見てるのパロだって案外気づかれてないか。人に言われて気づいたわ。1話冒頭、マリア様が見てるのパロか。鹿豆知識。北海道の女満別空港でお土産に買った鹿の角を荷物に入れたまま、検査場を通ろうとすると止められて、客室内には持ち込めないと言われる。ちゃんと頭につけておけば通れたのに。2話も面白かった。こういうバカギャグアニメ大好き。コメディは多いけどギャグアニメは本当に少ないんだよな。姉が越したんで妹が越しやん。半めぐみの代表作が推しの子鹿の子になってしまう。推しの子見てからこれ見てるせいか、小ネタだけでも笑えてしまう。今からラインナップでは抜群のコンビネーションなんだけど、俺的に。ぜひ推しの子とコラボしてほしい。重曹が鹿の子役を受けて声優にチャレンジしてるショートアニメ早く。鹿の子オープニングの踊ってみたダンス動画めっちゃ見るようになったわ。社会現象やね。オープニング1000万再生おめ。オープニング何回か聞いてたら普通に曲自体も良いな。
2ヶ月後くらいにのこたん歌うっぽいね。楽しみだわ。鹿の角って生え変わるんやってな。普通にポロリと落ちるとか。春になると勝手に取れて落ちる。そしてまた生えてくる。爪みたいなもんなので、別に取れても痛くないらしい。奈良公園では角が生えっぱなしが危険なので、毎年秋に公園内の鹿を麻酔で眠らせて角を切ってる。鹿。海外勢がローカライズがクソって荒れてるみたいね。翻訳がおかしくて意味が通じないとか、それ多分翻訳がおかしいわけじゃないよね。誰か日本人でも意味わからんわって言ってこいよ。何これ、気づいたらもう終わってる。で、結局何だったんだ。なんて野暮なことは考えてはいけない。このくだらない日常にこそ見えない価値があるのだ。鹿と見届けよう。こしあんちゃん可愛かったです。こしあんとのこたんの和解でしたが、相変わらずのカオスでした。ガキツカ、フランダースの犬、アタック25など、パロディ満載でした。この謎のテンションは、銀玉を思い出します。というか、ガキツカは最近見てないので、個人的に懐かしかったです。鹿せんべいより固い絆で結ばれてる。鹿せんべいはサクサクだろ。いや、こんな中盤のギャグが。ラスト、鹿せんべいによって刃から守られるのこたんによって、鹿せんべい、固いも、固い絆も証明されて、結果的に伏線回収になったの本当に面白い。カビ GM、どんだけバリエーションあるねん。笑い。これ聞くだけで笑うようになりました。のこたんだけでもカオスなのに、病んでるしつこい妹登場。こしたん1話で処女暴露されて、2話でワイより深掘り、意味深。寝る前のことからブラまでなんて不憫な、いいぞもっとやれ。そして感動のラスト。のこたんが鹿天使に運ばれているとこは、意味がわからなすぎて涙が止まりませんでした。鹿せんべいってしもい。最初から最後まで意味のわからないぶっ飛んだギャグをし、中身がなさすぎで、1話何を見せられているのか、不思議な気持ちになりました。シュールすぎのギャグを挟みつつ、鹿の子らしいキャラの掛け合いがあり笑えました。次回も楽しみです。もうなんなんだよこれは。のこたん VS こしあんの第1回チキチキこしとらこうを決定戦。力技でなんとなく良い話を見た気分には仕切られたんだが、とりあえず推しの赤井先生もしっかり活躍していたし、わけわからんけど楽しかった。メンエラシスコン妹こしあんこ登場。鹿を害獣呼ばわりする時点で笑ったが、姉に対する屈折した愛情が面白すぎる。こしたんをめぐるチキチキクイズ大会が開かれたけど、クイズっていうかこしたんの暴露大会だったね。最終的に2人は和解したし、こしたんは恥ずかしめ受けただけじゃん。こしたん超絶大好きになった。ノリとテンションが富士宮千歳感あって大好き。あとみたいな。時折入るバリエーション豊富なコーラスで笑いが止まらない。それと個人的に背景の実写や CG の鹿たちにドクロちゃん味を感じて好き。あんこが本格的に登場したが、S っ気のある感じが絶妙に良いし、三角筋のコタンも好こ。てかみな好き。のコタンの命が狙われたり、クイズ大会が開かれたりとカオスで面白い。やりとりにキャラの雰囲気が、フィルミーベイベー感がより濃くなった印象でたまらん。今回は孤児の妹あんこが登場。結局何だったんだこの戦いは。しかもこしたんはわかるとして妹の呼び名が最後こしあんになってたぞ。ほんとくだらないというかとんだ茶番というか、いい意味で楽に楽しめるアニメだよ。何も考えずぼーっと見る分には本といい作品と改めて実感。美人になったり劇画になったり好き放題。庭にしてしかぶ殴り込み。のこたんのよえサックサク。衝撃の1話で跳ね上がった期待値を吸収しきれたかはわからない。けど、個人的には結構好き。友達にこの作品をおすすめしたいのに、何をどのように伝えたらよいのかわからなくてもどかしい。とにかく、キャラが可愛くて絵ではない本物の鹿が登場して、ギャグ満載で面白いということは伝えた。どうか伝われ。この面白さ。第2話のあんこの登場も嬉しい。最
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。